こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録お願いします。ハリアーが支持される理由とは、売れ筋グレードの価格が400万円を超える高価格車の販売状況を見ると、2023年から2024年にかけて、最も多く登録された車種がトヨタハリアーでした。2023年の1ヶ月平均では、約6300台が登録されています。ハリアーは以前から人気車種ですが、現行モデルの登場は2020年ですから、約4年が経過にもかかわらず、2022年以降にバリエーションを充実させたクラウンシリーズの1ヶ月平均約3600台、2023年に登場したアルファードの約4400台、ベルファイアの約1100台を大きく上回りました。設計の新しいクラウンシリーズやアルベルよりも、ハリアーの販売はなぜ好調なのでしょうか。まずはハリアーの登録台数がクラウンシリーズを上回る理由について販売店に聞いてみました。クラウンという名がつくと、多くのお客様は広い居住空間と荷室を連想されます。ところが実際には、クラウンクロスオーバーはセダンボディなので荷室はそこまで広くありません。また、クーペ SUV のクラウンスポーツは、ゴルフバッグを横向きに積もうとすると収まりにくい場合があり、そこで使い勝手の良いハリアーを選ばれるお客様が多いです。荷室容量自体は、ハリアーが 409L、クラウンスポーツが 397L なので大差はありません。しかし、荷室形状の違いなどから、積載性に関する評判はハリアーの方が高いようです。このほかハリアーの販売が好調な理由として、販売店では価格設定も上げています。クラウンクロスオーバーとクラウンスポーツは、前者がハイブリッドと 4WD を搭載するため、価格が全般的に高いです。その点でハリアーには、ガソリン車の 2WD もあり、価格が求めやすいグレードも選べます。クラウンクロスオーバーの売れ筋グレードは、中級の G アドバンストでも510万円に達します。クラウンスポーツは上級グレードのみなので、最廉価の G でも590万円と高額です。その点でハリアーには、前述の通りガソリン車の 2WD もあり、上級の G でも403万8000円です。クラウンと同様の 2.5 リッターハイブリッドを搭載する G の 4WD は484万8000円と高くなりますが、純ガソリン車の 2WD が設定されることで価格競争ではハリアーが有利だと言えるのです。中古車市場でもハリアーは人気。2023年のハリアーの販売状況を見ると、ガソリン車が 39%、ハイブリッド車が 55%、プラグインハイブリッド車は 6% でした。最も販売比率が高いのはハイブリッド車ですが、400万円前後を中心としたガソリン車も好調で、豊富なバリエーション構成もハリアーが人気を高めた理由です。さらにハリアーには、豊富な乗り換え需要もあります。レクサス RX のトヨタ版だった初代や2代目ハリアーも含め、30年近くにわたる歴史があり、その間にハリアーは高級 SUV の代表車種として認知度高め、先代モデルも好調に売られたので、多くのユーザーが現行モデルへ乗り換えています。販売店ではハリアーは中古車市場でも人気が高く、高値で売却できます。そこで購入してから3年程度で先代ハリアーを手放して、改めて現行ハリアーを新車で買う人も多いですと述べています。控除券で手放すことができ新型に乗り換えやすいことも、ハリアーの販売が好調な理由でしょう。それならアルファードとベルファイアはどうでしょうか。高価格車では人気抜群ですが、前述の通り両姉妹車の登録台数を合計してもハリアーに届きません。今のアルファードとベルファイアはあまり人気がないのでしょうか。販売店にスタッフに聞いてみると、アルファードとベルファイアは生産枠が限られています。現時点2024年4月上旬時点では、すでに8月までの生産枠が埋まってしまい、定額制カーリースの KINTO 以外は受注を停止しています。次回の受注は7月9月頃になりそうですとのことです。一方、ハリアーの売れ行きと納期については、ハリアーの納期は S や G グレードは約5ヶ月を要しますが、上級の G と G レザーパッケージは3ヶ月程度と短いです。G と G レザーパッケージは生産規模を増やしているようですと言います。ちなみに以前のハリアーでは G や G レザーパッケージの納期が長く、当時は本革のシート生地など上級グレードとしての素材や装備を入手しにくいため、納期が遅延していますと説明されました。それが今ではG と G レザーパッケージの納期が短縮されており、人気度に応じた柔軟な生産を行うことで、販売比率の高い G と G レザーパッケージを購入しやすくなっています。このようにユーザーの人気動向を見据えて、納期を短縮すべく良心的な対応を図っていることも、ハリアーの販売が好調な理由でしょう。今のトヨタには、ランドクルーザー300系や近々登場するランドクルーザー250、さらにレクサスブランドでは RX や NX、
LBX まで様々な SUV が用意されています。しかしノッキまで含めて商品力を総合的に判断すると、高価格帯の中ではハリアーの満足度が最も高いと言えるでしょう。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。不景気だなんだと言われながらも車はどんどん高額になってましたよね。軽自動車で200万とか当たり前になっています。それでも売れるんだからなんだかんだでお金持ってる人多いんだなと思います。笑い。あと最近の車、特に SUV なんかは幅広になってきています。駐車場で苦労することが増えました。ようやく駐車してもとにかくドアが開けづらい。笑い。幅広の車種用の駐車スペースが必要だと思います。最近はセダンタイプの不人気や価格が高いクラウンはあまり売れていないようです。また、アルベルに関しては最低グレードの Z でも540万となっており、ハリアーと比べてもなかなか手が出ない価格設定なのも要因でしょう。アルベルに関しては供給が全く追いついていなく、中古車価格が新車を超えています。ハリアーは逆転現象は起きていない。需要と供給バランスでハリアーの方が売れているってだけで両者を比較しても何の意味もないと思います。私も現行型ハイブリッド乗っています。特に高級車という感覚、価格帯ではないと個人的に思っています。以前乗っていた車が RB3 オデが15年前で新車で乗り出し350万。現在のは HV システム、ACC。安全装備等ついて乗り出し420万。70万円高いけど消費税等も上がってこれだけ色々装備ついではお手頃な車だと感じています。車の合成は高いし静かだし15年前より進化した分の価格だと思います。高級車ではないという人もいますが、基準がない以上は高級車と言っても良いと思います。実際高級感はかなりありますし、ハリアーが高級車ではないと言い始めたら、3000万する車と比べたら、800万の車だって高級車ではないと言えちゃうし、もう個人の感想でしかないです。400万円するのに面白いほどよく見る車で、しかも安価グレードをほとんど見かけません。せっかくハリアー乗るなら、中間グレード以上が良いと考えるのも納得です。ザンクレがあると比較的手に入りやすい価格の車だと思います。アルファードクラスだと、ザンクレでもかなり高額な残価になりますから、手が出にくいでしょうね。ハリアーや RAV4 が良いけど、高いから黒にする人も多いと聞きますが、やっぱりザンクレのおかげで他の車が高騰しすぎてハリアーって高価格帯に当てはまるのかという次元に来ている。生地グレードを広げて安価な設定を作ると車種自体が安く見られがち。登場4年目でも売れ続けているというよりやっと必要数が供給できるようになっただけの話だし、ハリアーはリセールや残価設定が最強だから低所得層が背伸びをして買うにはベストな車でしょう。確かに高価格ではあるんだけど、軽自動車も含めて車全体の価格が上がってるから400万という価格も他車と比べれば驚くほど高いというわけでもない。もちろん安い金額じゃないけど、ライバルと想定されるのは同門の RAV4、日産のエクストレイルに三菱アウトランダー。これらに比べるとアウトドア色が最も薄く、スタイリッシュ SUV が欲しいけどスマートなのが良いと思えば、ハリアーは最有力エキストラコストを支払うことにはなるけど、この3車種だって相当高い。ハリアーを美容整形して厚化粧した NX を買う人だっているんだから、驚くほどのことじゃないと思うけど、ハリアー乗ってます。最近の車両価格ことを鑑みるとさほど高額とは感じられず、乗ってみると高級車の雰囲気を感じられ、運転しやすい疲れにくいでほんといい車だと思います。買い取りが高値とのことですが、このまま乗り続けたいと思ってます。ハリアーは今は納期も数ヶ月と少し短くなり買いやすくなった。一方比較しているクラウンやアルベルは一部グレードや KINTO など特殊な買い方をしない限り買いたくても買えない。もしくは都市単位の異常な超納期になる。その実情も話さないと。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。